こんにちは。今回は冬の商品、話題のものからちょっと入手しにくいものまでいろいろと試していきました。ということでこれらの商品レビューしていくのでよかったらご覧ください。先に種明かしするとフィーちょっとすごい好きになっちゃいました。まず紹介したいのがフィーのアイシャドウパレットです。こちらフィーモアムードアイパレットの01番モアザンヌードというお色味買ってみたんですけれども、こういった15色も入ってるタイプのもので、じゃん、ちょうどいいサイズ感なんですよね。薄っぺたさもあって、でもね波打ってる感じのディテールもあるんですが、マットが10色と、ラメとかちょっと光り輝く系のお色味が5色。めっちゃいいバランスだと思いますよこれ。であとさ、パッケージに関してねもう一個言わせてもらうと、後ろが普通さシールとか貼ってたりするじゃないですか。べちょって四角いやつなんかね、印字されてる感じがちょっと高級感があってすごい好きです。めっちゃ細かいけどね。で実際スウォッチとかもして目元にも使ってみて思ったのが、まずめっちゃ可愛いです。で今回ちょっとねくすみ系のお色味でくすみ系のお色味のマットを使ったんですけど、最初薄いなと思ったんですよ。割とちょっと韓国のアイシャドウのマットのテクスチャーには多いのかなと思うんですけど、すごい滑らかにつくんですけど、発色自体は割と淡くって、最初私海外コスメにも結構慣れてんで薄いなと思ったんですけど、だからこそちょっとアンニュイな感じの陰影、程よい陰影がつけられてめっちゃ可愛いなと思いました。ただこのラメは落ちます。ラメ落ちしちゃうから、私筆に取ってから今回はねこのフィックスミスト、ちょっとたまたまと言いつつこんな高級なものが、自宅にあったんですけど、シュウエムラのフィックスミストをブラシにかけて塗布するとラメ落ちをちょっと、最低限抑えられるので、そういった方式でやったらめっちゃ可愛い。まぶたの上にちょっと星空が舞ってるっていう感じの目元にできて、で粒がねめちゃくちゃ大きいわけじゃないので高級感があるなと思います。ちょっとね私韓国のラメ入りのパレット敬遠してたのが、ちょっとさつぶつぶのほんとグリッターみたいな色が入ってたりするじゃないですか。あれがねいらないのよ、私的に使わないのよ全然。だからそういうのが入ってなくて、でもキランキランしてるタイプのやつもあって結構使いやすい。いずれ多分もっと店頭で買いやすくなると思うんですけど、私は今のところフィーのアジトの店舗でしか実際には見たことがない。多分オンラインでは全然バンバン買えると思うんですけど。でこの01番が非常に可愛い。このね真ん中の色もラメっぽくって、でもすごいギラギラしすぎずすごい使いやすそうで、これは結構いろいろ使いたいし、他の色欲しくなっちゃった。なので矛先がめちゃくちゃいいというか、アイシャドウも可愛いんだっていう驚きの発見から私のフィーの冒険は始まりました。続いてはチークいきましょう。じゃーん。これはね私よく店頭でも見ていて、気にはなっていたような気にはなってないようなっていうところなんです。というのもちょっと今辛口だったのが、このさフィーのリップチークブラーリープリンポットっていうのは可愛いのよ。可愛いんだけどガラスだし、まず私リップチークといってもこの形状でリップに使うことないなと思っちゃったんですよ。ちょっと塗るの面倒だし、だって塗り直しする時これ持ってかないでしょポーチに。だってね。でも異様に可愛い、本当に可愛いなっていうのはすごい思ってたんですよ。だからちょっと私買う時もちょっと迷ったんですね。というのもこちらのフィーデュアルチークメロ、私今 RS01 番を手元に持ってるんですけど、こっちの方が気になったの。私絶対使うと思って。2色入りだし、このねコンパクトになってるプラスチックタイプの方が、高級感はないといえども絶対使いやすいなと思った。でこの色も絶妙で全部本当に気になる色ばっかりだったんですけど、私はこのロージートークを今回買ってみて、これ気になってた。でもフィーを語るにはこれ使わないとダメでしょと思って使ってみました。
で実際使ったところからいくと、まず私はブラシを使ってほっぺたに塗布したんですけれども、結果可愛かった。すごく可愛かったです。このムースタイプのテクスチャーもチークブラシをボチョって入れただけだったんですけど、そんな程よい弾力感があるから、すっごい異様についちゃうとかそういったことはなく、程よい量取れたし、でちょっとティッシュオフしてのせたらスーッと肌に馴染んでいきました。なので不覚にも非常に可愛かったです。で結構これは色味濃いなと思いました。私 PK02 番使ってたんですけど、結構しっかり発色するタイプなんだなっていうのがこのお色味からして想像つくと思いますけど、しっかりめの発色です。これはなのでチークはしっかりとポワッとさせたいなっていう人にはこれめっちゃいいんだなと思いましたし、私もチークではすごい使うなと思いました。でも思ったのが、塗布した後めちゃめちゃぼかすっていうよりは、塗布してちょいぼかしっていうぐらいで、あと毛穴が目立つような感覚はなくってすごい使いやすいんですけど、広範囲にすごいほわーっと薄く塗り広げるっていうよりは、結構ポンってつく感じの印象はあります。でもすごく可愛かったです。続いてこちらのデュアルチークの方なんですけど、これはねもう予想の通りめっちゃいい、可愛いと思った。でこれはでも思いのほか、私結構ねベージュ味があるお色味にしたなとは思ったんですけど、意外とね白みあるなと思いました。白みがあるこのベースというか大きめのお色味にちょっとね色味の濃いものが入ってて、すごいグラデーションチークにしやすかったんですよ。これは可愛いし他の色試してみたいと思ったんですけど、実際に見るよりも白みは強めかなと思うので、他の色も2色入ってるからうまいこと混ぜながらとか、それこそプリンポットとか手持ちのチークと混ぜながら使うのにも非常にやりやすいなと思いました。でこれが好きだったのが、まず形状が好きですって言ったところはもちろんあるんですけど、こっちの方が広範囲にグラデーションっていう形でふわーっとねなじませることができるなと思いました。プリンちゃんの方がポン、こっちの方がふわーって感じだったので、私は割とポンっていうよりもこっちの方が日常的には使いやすいっていうのと、ポンってしたい時はちょっとこの濃い色を中央にのせればできるので、なんかこっちの方が万能感はありました。個人的なヒットはこちらでございました。続いて実はね、昨日そのフィーのアジトに行った理由が、この新発売のじゃんリップがお目当てだったんです。こちらがフィーのピンクオブセッションステイフィットリップティントのグロータイプ、こちらですねとマットタイプなんですけど、合計20種類も出てて、全部、ピンクのいろんな色味ですよって言ったところと、このラインナップでグロー、ちょっとねキラキラというかツヤ感があるものとマットのタイプがありますよっていうので、めっちゃ気になったんですよ。私ピンク大好きなんで。でそもそもちょっと雰囲気可愛いしと思って、ちょっとアジトの方に行ってまいりました。で今回買ったのが、まずグロータイプに関しては G04 番のニッチピンクで、マットタイプに関しては M04 番のニードピンクにしました。でこちら面白いんですけど、さっとね最初に手に塗ってみると、マットタイプもリキッドのもので全然あれツヤじゃんと思うんですけど、少し時間が経つとマットに変化していくっていうもので、でも数秒経つと違いがね出てきます、グロータイプとの。でグロータイプに関しては結構普通のティント、めっちゃ普通のティントでした結果で。どちらも要注意なのはお菓子の匂いっていうかね、グロータイプはいちごかなと思うんですけど、私あんま好きじゃない。ちょっとチープなお菓子、なんか体に悪そうないちごのお菓子の匂いがする。でもすっごいずっとステイするわけじゃないので、って感じだけど、塗布するときはおーってなりますね、ちょっとだけ。って感じで、マットのものに関してはちょっとねグレープのこっちの方がいい匂いなんだよな、個人的には。こっちも、ちょっと体悪そうなお菓子のぶどうっていう感じはするけど、もうちょっとねなんかフルーティーな要素が強くて、このマットタイプの匂いの方が好きです私は。でちょっと話戻しますと、グロータイプに関しては割と普通のティントで、
可愛いよ。色は全然可愛いし、ちょっとね、多分時間経つと少し赤みっぽく発色する要素はあるかなっていったところと、ちょっと水っぽい系のティント。私実はティントすっごい得意ってわけではないんですよ。割とティントじゃない色持ちするタイプのものの方が個人的好みなんですけど、なんかね、もっともったりしたフジコのニュアンスラップティントみたいな質感を想像してたので、そういう感じではないです。本当に薄い水っぽい液体って感じだったので、なんかな、私、他の色は多分、よっぽど気になる色じゃない限り買わないかなっていう感じではあります。なんか、グロー買うなら、なんか他の好きなティントある方はそっちでいいと思う。正直。で、マットタイプですね。マットタイプの方がちょっと珍しい質感かなと個人的には思うんですけれども、まあ見たことはありますけど、こちらも水っぽいタイプでマットです。で、ちょっと発色も濃くはなるかなと思うんですけど、これはほんと薄膜で、水っぽいんだけどマットになっていくっていうタイプで、軽いつけ心地なのでマットにしたいけど重さのある隠蔽度がめっちゃ高い透け感ゼロのものじゃないくってもうちょっと軽いものにしたいんだよねって言った時にはこのマット良さそうだなっていう印象ではありました。で、ちょっと色持ちに関してはもうちょっと検証していきたいんですけれども、編集の K です。実は撮影した2時間後にルーローハンを食べに行ったんですけれども、ちゃんと内側が取れてました。なので、至って色持ちも普通のティントかなという感じでございました。以上、現場にお戻しいたします。ね、私期待度がめっちゃ高かったの。このリップの類は。めっちゃ可愛いんだもん。だから、意外と普通でした。ちょっと辛口コメントでございました。それが実は最後ではなくてですね、なんと、このキーチェーンがフィーナアジトだとちょっとおまけでついてくるんですよ。で、これが実はグロイジェリーポットミニのサンプルと、で、自分の好きな色を選べるのね。で、さっきのケースのやつを1個ずつ、これもお色味選べるんですけど、にしてもらえるんです。今回やったのが、めっちゃね、人気だと思うんです。こちらが JH00 のシュガーパウダーっていう色で、ジェリーポットの中でも大体がいわゆるチークカラーなんですけど、これわかる通り、見て、こんな蓋までついてんだよ。このハイライト色なんで白なんですよ。こういう。で、これ、ちょっとねっていうか、結構ペタッとする感じです。ペタッ。ゼリーって言われちょっと溶け始めてるゼリーみたいな。で、こういうお色味なんですね。で、これが結構人気だったなと思って、よしと思って、実際の原品はもう売り切れちゃってるんですよ。でもサンプルではあったので、しめしめと思ってこちらを選んだんですが、これもね、使ってみました。感想としては、可愛い、ツヤ感が出て可愛いけど、思ったよりナチュラルです。で、ちょっとこのペタペタ感は気になっちゃったんだけど、個人的には。取った時の質感としてね、ペタッとする感じあるんですよ。なんていうか、なんだろうな、オイリーな感じがする。なので多分私もともと割と姿勢肌で油が出てきやすいタイプなので突発的になんかちょっとベタっとする感じがすると思ったのがあるんですけど、でもね、色味はすごくねナチュラルで自然のツヤになるんですよ。わかります？なんかさ、ごめん、全体ちょっとテカって見えるのは私の自然なるオイルが出てしまってるんですが、実際塗ってるのはこの辺ですね。でね、このペタペタ感は乾かないです。今もね、ペタッとしてる。だから、私は韓国では売ってるっぽいし、ネットでも出てるのかなって感じですけど、パウダーのハイライトの方が個人的には気になります。これは可愛いけど、ペタッとする、ちょっと。だからほっぺた触んない限りは気になんないけど、って感じで、塗り重ねれば強めのハイライトにもなるし、薄く塗っとけばほんと自然なツヤにはなるので、ハイライト気になる方はありはありだと思う。この濡れツヤ感が欲しい人は。私みたいに姿勢肌の人はなんか要検討かも。パウダーハイライトが早く日本に来てほしいなって思ってるっていう感じです。なんですごい素敵ではありましたよ、この色味。
でもまあ私はすっごい必要なわけではないかな。でもめっちゃ綺麗ということでいかがでしたでしょうか。まあちょっと辛口コメントありましたよ。私リップとあとこの最後のねこのハイライト、ハイライトに関しては。ちなみにこれ東急ハンズので買った時にもらったおまけ。かわいいこれもなんですけど、逆にでもねめっちゃ気になるやつはあるわけよ。この他の色味使いたいし、このアイシャドウめっちゃ可愛い。なんかこれが私的な個人的なヒットかな。でなんだかんだまあこれも可愛かった。やっぱりいろいろ最初は私好きじゃないかもと思ったけど可愛かった。ちょっと他の色もなんか薄い色とかで気になる。アプリコットみたいな色とかでちょっと試してみたい。でも一番はこっちかな。アイシャドウがすごい可愛かったっていうのと、これは他の色も試してみたい。すごい使いやすかったです。なのでこちらが私のトップ2のおすすめになります。皆さんフイ試したりしましたか？そしてどの色どのものが好きでしたか？ぜひ教えていただきたいです。でハイライトとか使った方います？パウダーのめっちゃ気になります。私あれすっごい可愛いんだもん。ということで皆さんのコメントもお待ちしています。ではまた。実はね私見てなんかフィーのさ、韓国って結構おまけつくって言うけどさ、私フィーのアジトで買って、まあ、これとこれめっちゃ嬉しかった。あと5個ぐらい欲しい。このジェリーポットのキーホルダー